14世紀初頭、イングランドとフランスは王権の存続と継承をめぐって複雑に絡み合う時代にあった。そのただ中にあって、フランス王女として生まれながらイングランド王妃となり、やがて自らの夫エドワード2世を廃位に追い込むという前代未聞の政治劇を演じたのがイザベラ・オブ・フランスである。王妃、反逆者、そして摂政彼女の人生は単なる王室スキャンダルにとどまらず、中世ヨーロッパの君主制、ジェンダー秩序、そして封建制度の変容を映す鏡であった。果たしてイザベラは時代に抗った先駆者であったのか、それとも権力に取りつかれた冷徹な野心家だったのか。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、フランス王家の娘として出生と婚姻。イザベラ・オブ・フランスは1295年、フランス王フィリップ4世とナバラ女王ジャンヌ1世の間に生まれた。彼女は幼少期から王国の娘として王家の政治的道具であり、外交の切り札でもあった。1308年、わずか12歳でイングランド王エドワード2世と結婚。これはアングロ・フランス間の和平を目的とした戦略的婚姻であり、100年戦争前夜の均衡を象徴する動きだった。この婚姻の背後には、ガスコーニュ地方をめぐる両国の対立が横たわっていた。イングランド王はガスコーニュ公としてフランス王の風神でもあり、従属と対等の矛盾を内包する関係にあった。イザベラの婚姻は、その緊張関係を一時的に和らげる装置であったが、根本的な解決ではなかった。当時のイングランド宮廷では、エドワード2世の側近ピアーズ・ギャビストンの存在が王妃の立場を脅かしていた。彼に偏愛を示す王に対し、イザベラのフランス王家の支援は効果を発揮せず、王妃の政治的孤立は深まっていく。王権と貴族の緊張の狭間に、王妃イザベラの存在は影を落としていた。イングランドでは王妃の役割は儀礼的である一方、フランスでは王女は政治参加の権限を有する場合もあり、イザベラには葛藤があったとされる。彼女はただの装飾では終わらず、やがて自らの権威を立て直すために行動を始める。歴史学の観点では、当時の王妃たちは政治的無力であるという見方が通説だったが、近年はイザベラのような外交的主体性を持つ女性の再評価が進んでいる。彼女の婚姻はフランス王権の延長線上にあり、単なる王妃ではなく王政を代表する存在として分析されるようになった。第2章、王妃の孤立とギャビストン事件。イザベラがイングランド王妃として宮廷に入った直後、彼女の立場は早くも揺らぎ始めた。最大の要因は、エドワード2世が寵愛した側近ピアーズ・ギャビストンの存在だった。王は結婚式においても王妃よりギャビストンに重きを置く態度を見せ、これが貴族たちだけでなくフランス王家からも批判を浴びた。ギャビストンはフランス語を話し、洗練された宮廷文化を体現していたが、その傲慢な態度と王に対する影響力の強さから、イングランドの貴族階級からは強く反発された。とりわけ王の叔父トマス・オブ・ランカスターを中心とする貴族連合は、1311年に改革直令を強制し、ギャビストンの追放を実現する。しかしながら、エドワード2世はそれを破り、翌年にギャビストンを呼び戻す。1312年、事態はついに暴力的な局面を迎える。ギャビストンは捕らえられ、無断で処刑された。この事件は王権と貴族勢力の関係を決定的に悪化させたが、イザベラにとっても深い傷となった。彼女の影響力は依然として制限され、王の信任も得られないまま、政治的孤立が進行していた。世論は複雑だった。ロンドン市民の間にはギャビストンの処刑を歓迎する声もあり、貴族による正義の行動として一定の支持が存在した。他方、王妃が何の行動も取れなかったことは、彼女の無力さを象徴する出来事とも受け止められた。制度的には、改革直令は王権の専制を制限し、議会の同意による政治運営を目指す試みだった。その中で、王妃の立場も含めて王政の在り方が再考される局面が訪れたが、女性の政治的発言権は法的にも慣習的にも認められていなかった。関係者たちはイザベラを静かに無視した。王はギャビストンの記憶に固執し、
貴族たちは王妃を単なるフランスから来た政治的添え物とみなしていた。イザベラ自身もこの時期にはまだ反撃の姿勢を明確に見せていない。だが近年の歴史研究ではこの時期のイザベラの沈黙を政治的計算による抑制と解釈する見方もある。彼女はまだ若く、フランスとの橋渡し役としての役割を温存しつつ、慎重に自らの立ち位置を探っていたという評価が主流となってきた。第3章、摂政王妃への転身、反モーティマー同盟と外交交渉。ギャビストン処刑後もエドワード2世は王としての権威を回復できず、イザベラ王妃の宮廷での影響力もまた制限されたままだった。しかしこの10年間で彼女は単なる王妃から政治的主体へと静かに変貌していく。契機となったのは王が新たに寵愛し始めたヒュー・ディスペンサー夫氏の台頭である。彼らは王の信頼を一身に集め、ギャビストンの死後に空白となった王の中心の地位を確立していくが、それは同時に王妃と王との間の断絶を決定的にするものでもあった。1310年代後半、イングランドでは貴族と王権の対立が再燃し、各地で反乱が相次いだ。トマス・オブ・ランカスターを筆頭とする反王派が勢力を増す一方、王はディスペンサー夫氏を通じて強権を振るい、領地の没収や追放を断行した。この対立は制度的には改革勅令とそれに反発する王権の不可分性という2つの原理の衝突でもあった。1321年、ディスペンサー夫氏への反感が臨界点に達し、ディスペンサー戦争と呼ばれる貴族連合の蜂起が発生する。ここでイザベラは一見中立を装いつつ、巧妙に自身の立場を再構築していく。特に注目されるのは、1322年にトマス・オブ・ランカスターが反乱に失敗し処刑された後、イザベラが王と行動を共にしていたことだ。だが、その忠誠は表層的なものであり、王の長身に支配された宮廷内では王妃の発言権は完全に喪失していた。周辺諸国との関係では、イザベラの出自であるフランス王家との結びつきが再び浮上する。1320年、ガスコーニュ領有権をめぐるイングランド・フランス間の交渉において、イザベラは外交の顔としてパリへ赴く準備を進める。これは表向きには和平交渉であったが、彼女にとっては政治的独立の機会となるものだった。当時のイングランド国内では、王とディスペンサー家による専王に対し、農民や市民の間でも不満が蓄積していた。こうした社会的不安定さも、イザベラの行動に正当性を与える素地となっていた。記録上、王妃は敬虔で穏やかな存在とされていたが、王の専制が続く限り、彼女への同情と支持は静かに広がっていった。現代の評価では、この時期のイザベラは中立的な王妃という旧来の評価から脱却しつつある。彼女は王と貴族のいずれにも組みせず、自らの機会を待っていた沈黙の戦略家として位置づけられるようになっている。表面上は王に従っていたが、その内実は冷静な政治的準備の積み重ねであった。第4章、フランス亡命とモーティマーとの同盟。1325年、エドワード2世はガスコーニュ領問題の再燃に対応すべく、息子エドワード王太子をフランス王シャルル4世の下へ送る決断を下す。しかし、そこには思いがけない展開が待ち受けていた。王妃イザベラは王に代わって外交任務を担い、自らフランスへ赴くことを申し出た。王はこれを承認し、イザベラは1325年3月、かつての実家であるフランス宮廷に凱旋する。だが、この外遊は単なる外交任務ではなく、イングランド王政に対する反逆の布石であった。フランス宮廷では兄シャルル4世の庇護の下、イザベラは政治的安全を確保しつつ、次第にエドワード2世政権への不満と失望を表明し始める。そして、この亡命中に出会ったのが、かつて王に反逆して投獄されていたロジャー・モーティマーだった。彼もまた1323年にロンドン島を脱獄し、フランスに逃れていた亡命貴族であり、共通の敵を持つ彼とイザベラは急速に接近し、密かに政治的私的な同盟関係を結ぶ。この段階でイザベラは明確に反逆者の立場を取るようになる。彼女はイングランド国内の反王派貴族と連絡を取り、夫を廃位に追い込むための軍事行動の計画を指導した。フランス王家は公然とは支援しなかったが、彼女の行動を黙認し、
貢献的な立場を取ったことも重要である。これは英仏関係の緊張化で、イングランドの王権が内部崩壊するならばフランスにとって利益となるという現実主義的判断に基づいていた。イザベラの行動に対する当時の反応は地域によって分かれていた。イングランドでは王妃の脱出とモーティマーとの関係に関する風聞が広まり、王妃の名誉を傷つける噂が拡散した一方、ディスペンサー体制にうんざりしていた多くの諸侯や市民は彼女に希望を託すようになっていく。制度面ではこの行動は明確な王権への反逆であり、法的には国家反逆罪に該当する。だが当時の法体系においては王妃に対する制裁の明確な規定はなく、彼女の行動は制度的空白をついたものでもあった。当事者間の評価も複雑である。エドワード2世は妻の裏切りに衝撃を受けたが、ディスペンサー府氏はこの動きを単なる感情的逸脱とみなし、過小評価した。一方、亡命中の貴族たちはイザベラの決断力を高く評価し、彼女を真の摂政王妃として迎えるようになる。現代の歴史学では、1325年から26年のイザベラの行動は、女性による国家権力への直接的挑戦として非常に先駆的であったとみなされる。特に王妃の自己主導による軍事同盟形成は、中世ヨーロッパの性別秩序に対する重大な逸脱として分析されている。第5章、エドワード2世の敗位とイザベラの摂政政権。1326年9月、イザベラとモーティマーは小規模な軍勢を率いてイングランド東岸に上陸した。当初はわずかな兵力だったが、各地の貴族や聖職者が次々と合流し、その進軍は予想以上の速さで拡大していく。最大の要因は、王とヒュー・ディスペンサー府氏による専制体制への不満が国内に充満していたことだった。イザベラはこの民心を的確に読み取り、王妃と王太子の母という二重の正当性を武器に、あくまで腐敗した側近による支配を終わらせると訴えた。エドワード2世は軍の組織もままならず、信頼していた貴族たちも彼を見限った。逃亡を図るも失敗し、ディスペンサー府氏はそれぞれ捕らえられて処刑される。彼らへの処刑は、形式的には議会による裁定を経たものの、実際には民衆の起こりとモーティマーの政治的演出によって主導された私的制裁であった。1327年1月、エドワード2世は正式に退位を迫られ、王位はまだ14歳の王太子エドワード3世に移る。ここにイザベラは摂政として事実上の統治権を握り、中世イングランド史上前例のない女性による実権掌握の時代が始まる。形式的には若年王の母親という立場だったが、イザベラは国政の全方位にわたって主導権を行使し、外交軍事財政にわたる政策決定を担っていった。国際関係においても、イザベラは巧妙にフランスとの和平関係を維持しつつ、スコットランドに対しては懐柔的政策を取った。これには戦費負担の軽減と国内再建を急ぐ必要があったからである。一方、彼女の同盟者モーティマーは国政顧問として登用され、莫大な領地と権限を得ることとなった。国内世論はこの政変を歓迎する声が多かったが、摂政政権の実態がモーティマーによる独裁的色彩を帯びてくると、次第に批判も強まり始める。特に伝統的貴族層の間では、王を排して立った新秩序が、また別の専制を生んだとの失望感が広がった。法制度的には、王の廃位は議会による正式手続きとして記録されたが、これはイングランド王権の理論に重大な転換をもたらした。王位が真珠ではなく政治的責任によって左右され得るという発想が、議会主権の方がとして後の世に受け継がれていく。現代の歴史学では、1326年から27年の政変は単なる王妃の復讐ではなく、イングランド王政の構造変革をもたらした立憲的瞬間として再評価されている。一方で、エドワード2世の死に関する不可解な経緯、幽閉後に謎の死を遂げた点が、イザベラとモーティマーの政治的責任の一端として批判されることも少なくない。第6章、摂政政権の崩壊とモーティマーの処刑。イザベラとロジャー・モーティマーによる摂政政権は、エドワード3世即位直後の1327年に始まり、わずか3年で崩壊を迎える。崩壊の導火線となったのは、政権内の権力集中と対外政策の失敗、
そして若きエドワード3世自身の自立であった。摂政政権の初期にはディスペンサー体制の打倒に成功した余勢を買って内政の安定化や財政再建が試みられたものの、実際の権限はほぼモーティマーの手中にあり、イザベラも彼に依存した形となっていた。1328年、モーティマーはアークトン伯に除され、自身の娘を王の弟に嫁がせるなど王族に匹敵する権勢を築いていく。その一方でスコットランドとの和平は多くのイングランド貴族にとって屈辱的な内容であり、王国の威信が損なわれたとして政権への不満が募った。この和平条約ではスコットランドの独立を認めるとともに、王エドワード3世の妹ジョーンとロバート・ブルースの息子との婚姻が定められ、イングランドの外交的交代が露呈した。こうした中、王権を形式的に担う若年のエドワード3世は次第に自らの地位と役割を模索し始める。特に1329年に成人と認定されると、彼の周囲には摂政体制からの離脱と実権回復を求める声が高まり、王もまたそれに応える動きを見せるようになった。モーティマーの横暴とイザベラの沈黙は、もはや王の母という正当性をもってしても国内の不満を抑えるには不十分だった。決定的な転機は1330年10月、ノッティンガム城における王のクーデターによって訪れる。エドワード3世は信頼する数名の側近と共に城へ密かに入り、モーティマーを逮捕。イザベラは抵抗することもできず、事実上摂政政権は一夜にして崩壊した。モーティマーは国家反逆罪に問われ、正式な裁判を経ずに処刑される。一方イザベラは王の母という立場から処刑を免れ、ウィンザー城などに幽閉される形で政治の表舞台から退いた。この処置にはエドワード3世自身の母への配慮と彼女の過去の貢献に対する一定の敬意が込められていたと保護されている。この事件の制度的意義としては、王が自らの権力を回復するために合法性を構築し直す必要があった点が挙げられる。王の新政以降は議会と連携した形で実現され、成長した王の決断として正当化された。女性摂政による政治主導は、ここに一つの歴史的限界を迎えることとなった。現代の研究では、この政権崩壊はイザベラ個人の失策というよりも、モーティマーとの関係性におけるバランスの欠如が主因であったとされる。彼女の政治的手腕は評価されつつも、共同統治者の選択とその制御の困難さが最終的に権威喪失へとつながったという指摘が多い。第7章、引退後の生活と後世の評価。1330年の政変によって政治の表舞台から退いたイザベラ・オブ・フランスは、その後約30年にわたって公的役職を持たぬまま静かな余生を送った。彼女は主にウィンザー城やキャッスルライジングなどで過ごし、形式的には幽閉という形をとりながらも、実際には相応の生活水準を維持し、修道士らと交流を持ちながら宗教的生活に傾倒していく。1337年には部分的に自由を回復し、晩年には息子エドワード3世との関係も修復されていた。この時期のイザベラは、かつての王妃や摂政としての政治的緊張から離れ、祖国フランスとの往来こそ叶わなかったものの、王母としての尊厳を保ち続けていたとされる。死去は1358年、63歳。その遺体はロンドンのグレイフライヤーズ修道院に葬られ、死に際しては夫エドワード2世の結婚指輪を身につけていたとも伝えられる。当時の記録や年代記では、イザベラの評価は二分されていた。ある記録者は彼女を悪女イザベラと呼び、王を廃位に追い込んだ反逆の象徴として非難した。一方で、ディスペンサー政権に苦しめられた貴族や市民の間では、イザベラを旧国の母として称える言説も少なくなかった。彼女の行動は、王権と民衆の間に生じた緊張の中で、民意の代弁者として受け取られる側面も持っていた。制度面では、イザベラの政治行動は中世イングランドにおける女性の権力行使の限界と可能性を示した重要な先例となった。王妃が外交交渉、軍事行動、王位継承にまで関与した前例は極めて少なく、彼女の統治は王権の継承における新たな理論的根拠、すなわち不適格な王の廃位という概念を生み出すきっかけとなった。関係者間での評価も時代とともに変化していく。
王子であったエドワード3世は母を公然と非難することはなかったが、モーティマーの処刑をもって自身の正当性を再確認し、以後は母の政治的影響力を慎重に回避した。聖職者たちは当初彼女を背徳者とみなしていたが、晩年の宗教的生活が知られると、アルタネの贖罪と再評価の兆しも見られるようになる。現代史学においては、イザベラ・オブ・フランスは中世女性史の文脈で再び注目されている。ジェンダー的視点からは、彼女の行動は男の世界であった王権闘争に果敢に挑んだ女性の象徴とされる一方、その政治的野心と個人的感情の交錯が評価を分ける原因ともなっている。歴史家ナイジェル・ソールらは、彼女を決して計算高いだけの女性ではなく、同時代の制度的限界に挑んだ改革者でもあったと評価する。今回の動画は以上となります。イザベラ・オブ・フランスの生涯は、中世ヨーロッパの王権、女性の権力、そして制度変革の交差点に立つ得意な存在だった。単なる王妃から政治的主体へ、そして摂政から再び民間人へ。その奇跡は、君主制の柔軟性と限界、そして正当性という概念の揺らぎを私たちに突きつける。王の廃位が正当化された瞬間、イングランド王政は不可逆の変化を経験し、それは後の議会主権や近代立憲制の前提条件を用意したとも言える。果たして彼女は時代の犠牲者だったのか、それとも制度を揺るがす改革者だったのか。その問いは今なお解かれることなく歴史の奥底でなり続けている。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければ